それでは、本日の労務相談 Q&A です。まず質問ですけれども、業務中に交通事故を起こして、骨折して治療中であると。で、自分が加害者側の場合でも労災保険は使えますかという内容になります。で、まず回答によります通り、業務中の事故であれば、原則として労災保険は適用されます。でこちらにも記載がありますけれども、労働者が故意または重大な過失によって事故を起こした場合には給付が制限されるとは定められているんですけれども、自動車運転中の一般的な前方不注意やブレーキの踏み遅れによる追突は重大な過失には当たらないと判断されていますので、今回のケースも、過失は大きいとしても、労災保険が適用になると。で、こちらに書いてあります通り、無免許とか著しい酒気帯び、あとはもう速度超過なんかは故意または重大な過失として、給付が減額されたりとか、給付自体されないということもございます。で、この後には実際に必要書類とか提出先が書かれているんですけれども、交通事故の場合よく聞くのがこの第三者行為災害だと思います。で、今回はちょっとこの知っているようで知らない第三者行為災害について、ちょっと資料をまとめたのでお話ししたいと思います。で、画面変わってますか？第三者行為災害ですけれども、一番上にある通り、業務中、通勤中の事故で、加害者となる第三者が存在する。で、その場合に、労災保険と損害賠償が重複した時の調整の制度が第三者行為災害の制度になります。つまり、労災からも給付を受けて、損害賠償の方の保証も受けてて、二重取りができないようにする仕組みということです。で、どういう時に第三者行為災害に当たるのかということなんですけれども、この2点ですね、満たした時に第三者行為災害になります。まず1つ目は、事故災害が第三者の行為によって発生しているか。ここの第三者っていうのはちょっと青字で見えにくいんですけれども、国とか事業主、被災労働者の3者は第三者行為、第三者には入らない。なぜかというと、この労災保険の当事者なんですね。保険者である政府、国と保険を加入している事業主。で、実際に保険給付を受ける被災労働者。ですから、この3つは第三者には入りません。それ以外の方が第三者ですね。で、その第三者に対し、被災者が損害賠償請求できるかということです。民法とか自賠法、この自動車損害賠償保険法ですけど、自賠責ですね、などに基づく損害賠償責任があるいはあり得るか。この2点を満たせば、業務災害、通勤災害であっても、第三者行為災害として扱うことになります。で、具体的な仕組みとしては、まず国が先に給付、労災を先に先行してやった場合には、国は給付額の限度で、被災者が第三者に対して持つ損害賠償請求権を取得して、国の方からその相手方の例えば保険会社へ請求するということになります。で、逆に第三者、相手方から損害賠償を先に受けた場合には、国はその受領額の限度で労災給付をすることを免れることができる。こういう仕組みになっています。で、この重要なポイントですけれども、示談は勝手に行わないことっていうことが、この第三者行為の時に結構重要でして、で、労基に相談せずに、これ以上の請求はしない旨の示談を成立させると、国の求償権が消滅して、以降の労災給付が受けられないリスクがある。ということで、勝手に示談しませんよっていう、念書を提出することが求められます。では実際に、交通事故がよく第三者行為災害というふうに思い浮かぶと思うんですけれども、実際は他にこんな例があります。通勤中に車にはねられたとか、業務中にトラックに接触されたとか、あとは仕事中にお客さんから殴られたとか、取引先の担当者から暴力を受けた。あとは、上司の継続的なパワハラでうつ病を発症したとか、同僚の暴力で負傷。あとは通勤中に他人の家の犬に噛まれたとか、出張中に飲食した食品で食中毒になったとか。でこれよくあると思うんですけど、通勤途中の電車とかバスの急停車で転倒してしまったとか。こういう形で、第三者の行為によって
事故災害が発生して損害賠償ができる状態にあるっていうのが、第三者行為災害になります。で、一方、該当しない場合ですけども、単独でガードレールに衝突したとか、歩行中に自分で転倒したとか、損害賠償を負う相手方がいないんですね。真の自損事故なので。あとは、事故災害、怪我をした側に 100% の過失があって、相手方に損害賠償責任が生じないケース。これも第三者行為災害には該当しない。あとは自然災害で加害者が特定できない。その時に怪我をした場合なんかも当たります。で、こちらは労災には該当するんですよ。労災に該当しないわけじゃなくて、労災には該当するけれども、第三者行為災害になるかならないかっていう事例になりますね。このように結構細かいケースで、第三者行為災害になるならないっていうのがあります。ですから、労災が起こった場合には、どういう状況だったかっていうのを詳しくヒアリングする必要があります。で、判断に迷った場合とか、あとは、第三者行為だったときに何を添付したらいいのかわからないということがあると思いますので、事前に労基署の方に相談することをお勧めします。はい、本日は以上となります。